太い足の場合は一番細い足首を強調して見せるというようなスカートを選ばれると良いです。試着室はマジックボックス。皆さんこんにちは。スタイリストの五十嵐薫です。はい、今日はね、皆様春めいてきますとね、スカートが履きたくなるじゃないですか。寒いとね、どうしてもパンツばっかりっていうパターンになりがちなんですが、春に向けてね、スカートの丈、そして、足の形の相性についてお話をしていきたいと思います。要はスカートの丈をちょっと短くしたいけれど、なんかこの丈だと私足が太って見えるのよねとか、この丈だと私すごく足が綺麗に見えるのよっていうパターンのことを、系統を立ててお話をさせていただこうと思うんですけれども、それにプラスしてスカートの形っていうものもあります。はい、スカートの形と相性のいい足の形はどれなのかということも含めてお話をしていくんですけれども、まずね、足の形の絵でね、ご覧いただくということをするのと、その後理解いただいた上でこちらを私の方が、着てどんな風なコーディネートで足の形をきれいに見せるのかというようなところをご覧いただこうと思いますので、ぜひ最後までご覧いただいて面白かった、ためになったと思っていただけたらチャンネル登録いただけると嬉しいです。それでは行ってみよう。はい、こちらにはね、いろいろな足のタイプがあります。はい、一番左の上、こちらが理想の足でございます。なんで理想の足かというと、隙間が1個、2個、3個、はい、足首までの間に3つ隙間があります。そして全体的に細い足、全体的に太い足、O脚、膝下だけ O脚、X 脚、そしてももが太い足、膝が大きい足、膝下が太い足、膝の位置が高い足、膝の位置が低い足、ふくらはぎが太い足、それぞれの個性があります。で、何を説明したいかというと、例えばももが太い足の場合、こちらのストレートのものですね、いわゆるタイトスカートなんですけれども、こちらの場合ももが柔らかい素材だと極端に太く見えてしまいがちなんです。そういう場合、例えばこちらのような、チューリップタイプのものだとももの部分をうまく隠せたりとかします。そして全体的に細い足の場合はいいんですけどね、例えば膝の位置が高い人の場合っていうのはミニスカートですね。ミニスカートを使う場合、膝の位置が高いので足が全体的に長く綺麗に見えたりするのは皆さんよくご存知だと思います。逆に膝の位置が低い足の場合、こういうミニスカートを履いてしまうと、膝の位置が低い関係でとても足が短く、膝から下が短くより強調されてしまいかねません。はい、そういう場合どうしたらいいかというと、ストレートのタイプでもちょっと長めのものを使います。はい、そして逆に言ってね、ふくらはぎが太い足の場合どうするかというと、このように A ライン、台形のものを使ったりするんですけれども、こちらを使うことによって一番太いところをこちらの裾の部分が対比ができて足が細く感じるということができます。そして例えばそうですね、膝が大きい足、こちらですね、膝が大きい足の方の場合、中途半端にこのようなものを置いてしまう場合、膝が極端に大きく見えるところが見えてしまうと、逆に足が太く見えてしまうので、こちらの少し長いタイプのもので膝を隠してしまうと、膝から下のよろしいですか、ここの部分が少し見えることによって足の細さというものが強調されることになってしまいます。要は膝が大きいものは隠してしまうことによって膝から下をすっきりさせることが、叶います。そして全体的に太い、足の場合はやはりできればなるべく長いものですね、こちらですね、なるべく全体的に足をうまくカバーするような一番細い足首を強調して見せるというようなスカートを選ばれると良いです。はい、今ご覧いただいたのは A ラインのものでございます。はい、そして X 脚の場合、ストレートのスカートを履くと X 脚がより強調されます。
じゃあどういうものを履いたらいいのという場合は、やはりちょっと広めのものを履くことによって、足がここが内側に入ってなくてまっすぐ伸びている印象を与えるので、こちらのスカートをおすすめしたいと思います。これぐらいかな。あとはもう長さなんですけれども、先ほどもお伝えしましたけれども、例えばお客、お客の方もできればよくワイドパンツの話なんかもしたりとかするんですけども、全体的に隠してしまうっていうパターン、もしくは短いスカートを履いていただいてブーツを履くっていう、隠し方もできます。自分が何型なのかチェックするのは、まず鏡に向かって立っていただいて、足をだいたい20度ぐらい開いていただいて、かかと同士をつけていただいて、膝をくっつけるようにまっすぐ立っていただくというところでチェックしていただいて、まず理想の足、この1、2、3個の隙間があるかどうかをまずチェックしていただきたいと思います。太ももが太い場合はここに隙間ができませんよね。そして膝が大きいのか、膝が割と小さめなのか、膝の位置が高いのか低いのかだったりとか、О脚なのか膝から下О脚なのか X 脚なのかは形をご覧いただいてチェックしていただければと思います。まずはうまく隠す、逆に隠す場所が、膝下が太い場合にさっきもねお見せしましたけれども、この状態だとよりここの部分が太って見えますよね。つまりちょっと長くすることによって細く見えるというようなことを作っていただくので、どこのラインが一番綺麗に足が見えるのか、それによって例えばこの全体的に太い足でもどこがこの中で細いかっていうと、足首とこの膝の部分が細いわけですよ。そうすると全部隠してしまうのもありなんですけれども、かえってこういう方の場合はこのように膝のところで、要はこの膝の位置が高い足のイメージを出して膝をきれいに出していただいて、ヒールを履くことによって長さを出して細く見せるっていうことも叶いますので、必ずしも全部を隠してしまうのが良しというわけではございません。ぜひご自身の足の形タイプというものを知っていただいて、相性の良いスカートを探し、または一番ご自身の足の形がきれいに見える丈というのを、このように徐々に上げていただいて、どこが綺麗に見えるのかということを、スカートだったりとかストールなどをうまく使ってチェックしてくださいね。ではこの後はそれぞれのスカートを履いて、どのスカートが台形で、どのスカートがストレートで、どのスカートがプリンセスなのかというところも解説していきますので、最後までぜひご覧ください。じゃん、いかがでしょうか。このスカートはプリンセスラインになります。要は裾が、A ラインではあるんですけれども、ふんわりしているというところではプリンセスラインのものでございます。こちらがフィリップ・リムのワンピースなんですね。ちょっとノースリーブで、まだ今の時期だとちょっと寒々しい感じがするかもしれませんが、少しねフィッシュテールというか後ろがちょっと長めになっていて、前が短い感じになってるんですね。で、私実はこれアナザーアドレスのオープニングセレモニーの時にここまでの、ガントレット、指先がちょっとない革の手袋をしたんですね、ロングの。で、なぜ、そうしたかっていうと、寒々しいからっていうのもあって、革の手袋をして、それで、ストッキングもちょっと透け感のある黒いストッキングに、ヒールのパンプスを履いたんですね。で、なぜ、この、寒々しいからって言って、手袋をしたかというと、ストッキングが黒である、そして、肌をねここまで出してしまわずに隠したというところが、暖かさというところにもつながるんですけれども、もし腕をこのように出すんであれば、こちらナチュラルなねカラーのストッキングをお履きになることをお勧めしたいと思っています。要はねバランスとか分量だったりするんですよ。全身黒じゃないですか。でこのように足元のあたりが肌の色が出てるということで、抜け感がある、バランスをうまく保つために足元を黒いストッキングにしないっていうのがコツだったりします。
これがねもし全部黒を履いていたらそれだけでちょっとね夏っぽくないというか重い印象になってしまうので、はい、だいぶね初夏のコーデではありますけれども、はい、カーディガンを着るにしてもちょっと袖が見えるっていう時には、はい、このようなバランスを考えていただけると嬉しいです。はい、いかがでしょうか。私が着てるのは、M サイズなんですね。割とフィットしているので、S、M、L と3サイズあったと思いますので、はい、ぜひ身長にね合わせて、背の高さに合わせて選ばれるとよろしいかと思います。はい、じゃん。はい、こちらのスカートはご覧の通りストレートでございます。はい、ストレート系のものなんですけれども、はい、ストレートはねもちろん、長さがどうであれストレートはストレート、はい、A ラインは A ライン、台形系は台形系というような、長さが短くなろうが長くなろうが形は変わらないので、ご理解いただきたいと思います。はい、いかがでしょうか。合わせているのはユニクロさんのナロースカート、そして、上合わせているのはボンボンエショコラのチュールカフストップタートルネックでございます。そして足元をご覧ください。こちらはユニクロ C のコンビネーションスニーカーでございます。はい、はい、じゃん。はい、こちら、さっきからずっと履いてるんですけれども、ガードルのいらないストッキングを履いております。はい、ビジョナリストでございます。このストレートのタイプで、特に割ともう体のラインをしっかりと拾うような柔らかい素材の場合、はい、お尻のラインをきれいに見せてくれるとか、お腹周りをちょっとへこませてくれるとか、はい、足のラインをきれいに保ってくれるなど、はい、体のラインを拾わないような設計になっております。しかもヒップポケットがありますので、お尻が扁平ケツになるようなことのない、ヒップポケットからの丸みというところも、おすすめのものでございますので、ぜひね、はい、スニーカーにも OK ですし、パンプスにも OK ですし、はい、あとはそうですね、サンダルにも、結構つま先のところが目立たなくなっていますので、ぜひいろいろとお試しください。はい、とにかく着圧式にもかかわらず滑らかで、つま先が痛くならないっていうところもかなりな、高ポイントでございます。はい、じゃん。はい、こちらは俗に言うフレアスカートになるんですけれども、はい、生地が落ち感があって柔らかいからフレアになってますが、基本は台形系です。はい、台形の形になっていますね。A ラインとも言うんですけれども、はい、合わせているのはというか、はい、基本的にはもうセットアップになっているものですけれども、ユニクロ C のサテンオーバーサイズショートブラウスでございます。はい、そして、ロングサテンスカートでございます。ブラウンを選んでおります。はい、足元は先ほどと変わらずコンビネーションスニーカー、はい、このねライトグリーン×ブラウンの、タイプでございます。はい、いかがでしょうか。はい、ちょうどねこういう、はい、濃い色のお洋服を着ている時にどうしても足元を濃い色のストッキングにしてしまいがちなんですね。もともとスニーカーに足の色を合わせるか、ボトムスに足の色を合わせるかっていう話をさせていただいてました。これから先ねタイツを履くシーズンではないので、そういう場合、やはりナチュラルな肌の色に合わせていくっていうのをおすすめしたいと思います。はい、じゃん。はい、こちらのスカートの形は台形です。はい、で合わせているこちらのスカートはリネンタックスカートのグレー。はい、そしてこちらがフロントジップフェザーカーディガンでございます。はい、オフホワイトを合わせております。いかがでしょうか。はい、今回ねちょっとね白っぽい感じのシューズにしようかなとも思ったんですけれども、はい、こちらにちょっとね白い飾りがついてるっていうのもあって、インナーをねあえてちょっと透ける感じの黒っぽいインナーにしてみたので、はい、少し靴とリンクさせてみましたがいかがでしょうか。はい、このようにね少し透け感のあるものの中に濃い色を入れるっていうと、昔はなんかちょっと下品ねなんていうふうに思われた方もいらっしゃるかもしれませんが、今はこういうような感じの透け感
ンの中に濃い色を合わせることによって、はい、夏の細見えということも今までお話ししたことがあると思いますが、はい、ぜひ、淡い色の透けた感じの素材の中にちょっと濃いめのものをお召しいただくと痩せ見え効果がございます。お試しください。はい。いかがでしたでしょうか。まあね、人にも個性があるように足の形にも個性があるし、その足の太ももが張ってる場合はうまくそれをカバーするだったりとか、全体的に腰が細かったりするとどういうふうにふんわり見せるのかなどなど、いろいろとお話ししたつもりなんですけれども、はい、ぜひね参考にしていただけたら嬉しく思います。またね、ぜひストッキングも概要欄に書いてありますので、ぜひねビジョナリストを手に取っていただけると嬉しいです。で、今日の私のコーデなんですけれども、はい、ボトムスからお伝えしましょう。こちらはね、ビクトリア・ベッカムの、商品なんですね。で、こちらは実は商品といっても私のものではなくお借りしてます。アナザーアドレスというね、はい、大丸松坂屋さんがやってらっしゃる、はい、サブスクファッションレンタルサービスなんですね。で、こういうね、細いパンツ、細身のパンツほどストッキングがよりいい仕事してくれると思いますので、合わせてチェックいただけると嬉しいです。そして、合わせているのはまず下からいきますよね。はい、ザラのキャミソールワンピースですね。そして、今合わせているのは同じものなんですけれども、ユニクロさんの UV の、カーディガンでございます。こちらがブルー、そして、こちらがグレーなんですけれども、はい、ご覧ください。そこに合わせているのが、はい、ボタンカバーでございます。はい、五十嵐プロデュースのボタンカバーでございます。ゴールドではなくシルバーの方に合わせて、全体的にちょっと涼しげなクールな感じで、はい、合わせております。こんな感じでね、はい、今回腰の周りにいろいろ巻き巻きしたりとかいろいろ出てますけれども、これが今年の腰周りやウエストマークするっていうのが今年のトレンドだということも前にお話ししましたので、ぜひそちらもね頭に留めといていただけると嬉しく思います。はい、それでは試着室はマジックボックス、スタイリストの五十嵐薫でした。最後までご覧いただきましてありがとうございました。どうぞチャンネル登録ポチッと&いいねボタンで高評価をいただけるとすっごく嬉しいです。そして、LINE 公式アカウントの方にもぜひご登録をよろしくお願いいたします。それではまた次のコーディネートでお会いしましょう。バイバイ。